一つにはもう火が入ってます。で、もう一つにこれから小豆を入れて煮込んでいきます。水作業が多くてかかっちゃうかもしれない。申し訳ないです。すいません、こんなやつから。大豆豆っていうんです。まあその富良野で頑張ってこうされてる農家さんのところのを使わせてもらってて、まあ他のところも使用したことあるんですけど、ここのがこう一番こう、まあ風味も良くて味もしっかりしてますし。ここにずっと使わせてもらってます。入らない時期違うところで代用してたんで違いが分かるんですけど、きび大福とかきびのお餅になる雑穀の餅きびです。前日にこうちょっとぬるま湯に浸しておいて芯を取り除いた状態で、それでも食感は残っていますし、食べた感じ美味しく召し上がっていただけます。大体17、8勝です、最近は。これが先ほど申し上げてました餅きびになります。もち米と一緒にこうだいたい半々で合わせて、お豆ささげ豆っていうお豆なんですけど、それを煮込んだ煮汁にこうお米を浸して着色してます。完全にお赤飯用のお米です。昨日の段階で仕込んでおいて、で朝まで置いとく感じです。食紅とかで色をつけられるお店もあるかと思うんですけど、うちは煮汁で色をつけてあります。食紅使うとなんでしょうね。やっぱりこう何かしらちょっと入ってんでしょうね。お餅が柔らかくなるんですよ。お寺さんとかからの依頼でこう紅白の鏡餅とかの注文をいただくことがあるんで、そういう時は食紅使うんですけど、柔らかいんですよね。触った感じも食べた感じも、ちょっと柔らかくてお味は全然問題ないんですけど、たまにこうお客さんでも食紅使ってるとかってこう聞いてこられる方もいらっしゃるんで、気にされる方もいらっしゃるのかな。よそのお店ではこう前日からこう水に漬け込んどいて豆をちょっとずつ大きくされるんですけど、場所も少なくて量もこう何回もやるんで、僕らもその日に水につけて
で沸騰したところにお水を入れると、ちょっとこうお豆がびっくりしてちょっと膨張するんですよ。お豆がこうびっくりして大きくなるっていうことから、びっくり水って呼ばれてます。皮とこう中の身の間にこう旨味っていうのがあって、それを邪魔させないように、何かしらやっぱこうゴミがついたりしてると思うんで、その辺を取ったりしてます。持ち菓子屋をやってて、なんかこうずっとこう取り上げていただくことが結構ありますけど、本当感謝しかないですよ。僕からしたら、ただここがおじいちゃんの家、父親の実家ってだけで、今までみんながこう頑張ってつないできてくれた結果なんですけど。ある程度こう焼き終わって熱が抜けたらあんこをくるんで、葉っぱ巻いてって作業をやっていきます。おはようございます。僕はだいたい11時ぐらいかな、いつも。もうそういう習慣になっちゃってるからしょうがないんですよ。もうそんな早く眠れないし。自分こういうの作っときながら桜の葉っぱってあんま好きじゃないんですよ。いやあれ別にほら食べなきゃいけないってわけじゃないんで、香り付けなんで。でも食べるようになっちゃったんですよ、だんだん。それが通だみたいになっちゃう。桜の葉っぱの匂いがちょっと強すぎちゃって、僕からするとなんか別に香りだけで十分かなみたいな。別に巻いてなくてもいいかなぐらい。何々するのが通だとかってよくあるじゃないですか。別に本人が食べたくないものを食べなくていいと思うし。よいしょ。高くてうまいのは当たり前じゃないですか。だけどそんなことやったら1個いくらでになっちゃうの。なるだけいい材料を使おうと思ってますよ。もちろん1に材料2材料だと思ってるから。ただやっぱり最高級ってどうなのってことなんだよね。プレミアムみたいなのがついて値段がすごいほらビヨンってこう跳ね上がっちゃうものってあるじゃないですか。じゃあすげえ美味しく作れるのかって言ったらまた僕はそれはちょっとまた違うと思うし。
だから適正なものを本当に使ってそれでみんなに喜んでもらえるように、よいしょ。この方がやっぱこう火に一番こう近い部分がこう焦げついちゃうんで、それをこうなる焦げつかないようにかき混ぜてます。同じ小豆を使っててもやっぱこう個性というか全然違ってまた、ね、年によってこう出来が良かったり悪かったり。いいものみたいなのはやっぱ僕らぐらいの規模のお店にはなかなか流通してこなくてまあ比較的いっぱい作られてる品種の中でもいいものをこう探して今も使ってます。あ、はい。あ、どうぞ。本当にあったかいのなかなか食べれないですから。今のうちに食べた方がいいですよ。もう少しから始まっちゃうんで。入れちゃいます。はいはい。おにぎりごちそうさまです。これはきび餅って言って、きびともち米ガーンってついてあるんでね、美容食になるっていう女性に結構人気があるんですね。のし餅をここから取るんでちょっと硬くしておかないんじゃないの。まだ大福にするには硬いんですよこれ。粗熱を抜いて大福作った時に冷めた時にこう硬くなりにくいように。これはまあ酵素みたいなもので1日ぐらいは硬くなりにくいようにしとかないと商品として成り立たないんで。
これよもぎの葉っぱを一度煮て乾燥させたものをお湯で戻したやつなんですね今。それでまあ余分な水を切ったやつなんですよこれね。香りが結構いいんでうちはこれを使ってるんですけど、だいたい今ねほとんど色ばっかりで草なんかいくらも入ってないのに草餅って売ってるようなところも結構多いのね。色だけ緑じゃなくてお願いします。丸いやつがあったら丸しか出してない。上に。あそうありがとうございます。ありがとうございます。余裕困ったら報告書。だけど遅いかもしれない。まあもうできてます。あとはもうこうお餅と混ぜるだけ。これ最後に手で混ぜないと潰れちゃうんですよ豆が。それで手で混ぜてるね。豆相当入ってると思いますよ。まあ同量に近いぐらいお餅と豆自体はしょっぱくないんだけど豆をしょっぱくしてるのかなと思う人結構多いのね。皮自体がひとしおっていうのがねあんまりしょっぱくない程度にしといてあんこ自体も多少ちょっと塩を効かしてるんで食べた感じこうくどくないでしょ。あんまり甘いともういらないってなっちゃうじゃないですか。だからもう一個食べておこうかなと思う塩気が大事なのかなと思ってるんですよ。
あっちどう？それでちょっと連絡するよ。明日のあんこを丸めてます。時間があったらやっとかないとそれこそ飽きないでしょ。そうですね。暇がないんですよ。これ大変だって言うんで連れてっちゃうこういう仕事ね、小売店多いじゃないですか。だからそういうところってすごくね丁寧に作ってたから、多分すごい美味しいお店が残念なことになくなっていっちゃうことも多かったと思いますよ。やっぱり日本人のなんかどっかにこう日本人にとって大事なものかもしれないですね。お餅とかあんことかみんなに喜んでもらえて、みんなにしかも美味しいって言われるんだったらこんないい商売ないじゃないですか。豆大福を9個なんですけど、よいしょー。ごめんなさい。袋有料になりますけど、お付けいたします。大丈夫ですか？セットでホットサムいいですか？はい、かしこまりました。ウグイス桜井塩です。はい。一緒大丈夫よね、一緒ね。じゃあ、どうも、どうもありがとうございました。お次でお待ちのお客様。豆もちが2個。はい。お名前とお電話番号お願いいたします。お客さんがやっぱりこういつもね楽しみにおいでいただいて、知り合いみたいな感じでお話とかしながら商売やってること多かったんですよ。まあそういう方たちと会うのを楽しみにしてたっていうか、あとやっぱり作ったものをやっぱり褒めていただける、その人たちが喜んでくれてるんだなって感じるようなね笑顔とか見せてもらえると、やっぱりやっててよかったなって続けてこれた理由じゃないですかね。だからなんかもっとやっぱりみんなに喜んでもらえるようにするにはどうしたらいいのかっていうことを考えて、新しいものを作るよか、やっぱり今あるものをやっぱりもっと品物の質を高めていきたいなとは思ってます。